こんばんは。あなたのマイテレビ錬金 TV のボスケです。今回はね、これを開封したいと思います。よろしくお願いします。はい、それではミュージックスタート。ということでね、開封しました。これはね、AOP ウェルの新型の顕微鏡でございます。今回はね、いろいろと新機能も加わりましたよということでね、メーカーさんから実はご連絡を受けましてね、今回のね、この顕微鏡一式はね、なんと AOP ウェルさんから商品提供していただくことができました。ありがとうございます。ということでね、早速この商品のね、中身をね、じっくりと見ていきたいと思います。まずね、前回のレビューと基本的なところはね、変わらないと思います。価格的にはね、1万円を切る価格でね、売られている製品ですので、基本的にはね、国内メーカーですと、ビクセンだとか健康だとかミザール、そこら辺のね、入門者用の顕微鏡と比較検討することになるのがね、多いパターンかと思います。入門用ということですが、基本的にはね、使い方っていうのは、小学校のね、5年生の時の理科の授業でね、習ってるとは思うんですが、そんなの忘れてしまったよっていう方、このようにね、説明書は入っております。このね、メーカーさんの説明書、新しくなりました。フルカラーでね、日本語で書かれておりますので、これを見ればね、ある程度のね、使い方はね、わかるようになってます。はい、それではね、外観をぐるっと見てみましょう。はい、こんな感じですね。非常にね、顕微鏡っぽい形してますね。これはね、グググってね、曲がってるでしょ。これはね、45度のね、傾斜型の顕微鏡ということで、傾斜型の顕微鏡じゃないとね、こう上からね、こうやってね、ちょっと無理な姿勢でね、覗かないといけないんですけれど、こうしてね、角度がついているおかげで、非常にね、覗きやすいというね、メリットがありますね。そしてまずね、対物レンズですね。対物レンズはご覧の通り、4倍を示す赤と10倍を示す黄色、さらにはね、40倍を示す青のね、対物レンズがついてます。このね、対物レンズのね、色と倍率は国際法的にもね、合致したものとなってます。ですのでね、慣れてくればね、赤がついてたら低倍率、青になれば高倍率っていう風にね、感覚でわかるようになります。信号機の色と一緒ですね。そしてご覧ください。対物レンズはね、モノコート、コーティングがされてます。安い顕微鏡ってね、これが省略されるのが多いんですけれど、これはね、ちゃんとコーティングがされてますね。そしてね、10倍のレンズもご覧の通り、コーティングがされてますよね。そしてね、さらに色消しのために2枚のレンズが使われています。そしてこれがね、40倍のレンズですね。ここまでのところはね、前の顕微鏡と、変わらないということです。そしてね、接眼レンズはまず10倍の接眼レンズがついています。これはね、一応ラムスデンのタイプのね、接眼レンズにはなると思うんですけれど、安価な望遠鏡についてくるね、安物のラムスデンとはちょっとわけが違う。なかなかね、見え味のいいものです。後でね、画像をね、紹介できればいいかなと思います。そしてさらにね、この WF20 倍、こっちのレンズがついていますね。これもね、なかなかいいレンズですね。こっちのね、20倍の方のレンズはね、モノコート、コーティングがされてますね。さっきのね、10倍のレンズよりもよりゴージャスな仕様になってます。そしてね、この手の製品のね、特徴としては、これをね、引き出すとね、実はこの通りね、2倍のね、バローレンズがあらかじめね、ついてるわけですね。ですのでね、学校で習った倍率の計算の仕方に、さらにね、2倍をかけると、この顕微鏡のね、倍率の計算ができます。ですので、接眼レンズが10倍で、対物レンズがね、4倍の場合は、4×10×2 っていうことになりますので、この組み合わせで見たら80倍ということになります。そしてね、この80倍が最低倍率です。で、最高倍率は、対物レンズを40倍にして、接眼レンズを20倍にしたとき、この時は 40×20×2 で1600倍ということになります。私はね、通常1600倍で観察することはしないんですけれど、ちょくちょくね、1600倍で見た時の見味どうですかっていう質問もありましたので、今回はね、一応1600倍での見え方っていうのもね、後で紹介したいと思います。はい、その次にね、その他の機能も見ていきましょう。まず、光源ですね。光源は LED ライトがついています。で、ここのスイッチで、下から透過させる光を放ったり、上からね、落射をする照明に切り替えることもできます。ちょっとやってみましょう。電源についてはね、ここに単三電池をね、入れることもできますし、AC アダプターを取り付けて電源を取ることもできますね。今回は電池ももったいないので、AC アダプターを取り付けましょう。そして、オンにします。下がつきましたね。で、オフ。1、
2、3両方ですね。このように切り替えができます。まずそれが1つ目。あとはですね、じゃ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 ん、今回なんとこのようなねスマホアダプターがついてます。これとねスマートフォンをくっつけて、スマートフォンをね使ってね観察することもできます。ちょっとねやってみましょう。対応するのはこの10倍の接眼レンズです。これをねキュッとつけて、このようにつけてポンとね差し込んで、あとはねスマートフォンをねこのようにねポンと置くだけで、これでね撮影することができます。非常に楽ですよね。なかなか考えられてます。ではプレパラートを用意しましょう。付属品はねこの箱の中にねいろいろ入ってます。ちょっとね取り出しますね。よいしょ。さてまたねいろんなものがね入ってますよね。このセットの中にはメスだとか絵付き針、あとピンセット、あと培養器にスライサー、スポイトにシュッシュ瓶、虫眼鏡、ダストカバー、あとなんかストローっぽいやつ、これなんでしょうね。絵付き針の安全性保つためのものですね。これがこの中にねプレパラートが入ってます。大抵の顕微鏡セットにはねプレパラートというのも含まれるんですが、今回は何が入ってるでしょうかね。まずね蜂の足、その次はね玉ねぎの皮ですね。あとはステムオブコットン、綿花の茎ですね。これが松の枝の断面で、最後はねよくわかんない、ちょっとよくわかんないの見てみましょう。最近ね英語は自信があるんですが、あんまり専門用語はねわかんない時が多くて草子葉植物って読むらしいです。日本語でもね忘れかけてた単語ですね。それのね茎の断面ではね、照明はここでオンするんでしたね。パチンと。でねスマホはつけた状態でこうね上からちゃんとこうやってみせた方がいいですね。視野がね円になったところで合わせて、そしたらキュッと押してやれば、裏が吸盤なのでねこれでね固定されるわけですね。非常に楽です。ただストッパーはありませんので、横向きで撮影したい場合はねこの状態で保持してください。これが疲れちゃう人はね適当なカメラ三脚とかをね用意してこう押さえてやればね別にいいわけです。さて撮影したいと思います。それではオン。はい、映ってますでしょうか。綺麗ですよね。これがねその草子葉植物の茎というプレパラートです。このね植物の細胞、これのね一つ一つがね観察できます。それではね倍率上げてみます。これがね80倍ですね。で80倍から今度はね200倍に上げます。そうするとこれが200倍です。どうでしょう、200倍の世界。ほらビシッとねまだ像がね崩れずにねシャープに撮影することができてますよね。これはすごいですね。バッチリじゃないですか。それではね最後800倍にします。普通はね800倍なんてねこのクラスの顕微鏡ではね耐えられない数字なんですよ。これはね耐えられるでしょうか。バシャン、来ました。ピントも微調整します。どうでしょうか。800倍で見てもねちゃんと観察することができますよね。もう見えるか見えないか議論をしてますがね、このね800倍でこれだけ見えるっていうことがね素晴らしいんです。何せね日本製のねこのクラスの顕微鏡っていうのはねどれもねここまで倍率が上げられないですからね。いわゆる飾り倍率、そういうようなね顕微鏡がねゴロゴロしてますけれど、これはねちゃんと最高倍率にしても見えるということです。でね実はねこのスマホでね観察できるのはねこの800倍がね最高倍率なんです。こっちのねレンズはねこのスマホアダプターとはちょっと対応してないので、ちょっとね別のスマホアダプターがあるのでこれでもねちょっと観察してみましょう。いやこのねスマホアダプター結構いいですよこの接眼レンズ専門の設計になってるのでね他に流用があまり効かないっていうのもありますが、ちょっと別のスマホアダプターを用意しましょう。1500円ぐらいで売ってるものですね。はい、ちょっとねスマホアダプターがやっぱりね付属のものは本当優秀ですね。本当にね汎用品はね役に立ちませんのでねこうやってるだけでもねその付属品の専用のねアダプターがいいっていうのがね分かりますよね本当に汎用品買おうとすると本当に使いづらい。直接こうやってね手で捨てた方がいいぐらいですわ。はい、ちょっとね手ぶれして申し訳ないですけれど、これがね1600倍で見た画像ですね。ど
どうでしょうか。まあさすがにね、40倍のものをね、接眼レンズで拡大しているので、さすがにね、マイルドな画像にはなりますがね、1600倍でもね、十分ね、楽しむことがね、できますね。ということでね、いかがでしたでしょうか。この AOP ウェルのね、顕微鏡に、この付属のスマホアダプター、接眼レンズをね、ここにね、ピュッてね、はめてね、あとはね、スマホをね、パンとね、取り付ければね、もうね、撮影できてしまうっていう、ものすごくね、優れものです。というわけでね、今回のレビューはね、ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。